こういった形で2台並べて検証していこうと思います。手ぶれの感じとかはそんな変わんないと思うんだけど、XT-U Max Pro 中華アクションカムの中ではかなり画角が広いと言われているカメラなんですけれども、走行しながら録音するとですね、ノイズが入ります。結論としましては GoPro の方が画角が広く音質が良く画質もいいということでいいことずくめのようですが、はい、どうもこんにちは、じゅんじーです。実はGoPro Hero 7を中古で安く手に入れまして、いつも使っているこちら XT-U の Max Pro と比較の動画を撮影しております。こちらを使いまして画角の差ですとか手ブレ補正、Hero 7なんで水平維持はついてないんで斜めに傾く映像が撮れてしまうこともあるかと思いますが、こういった形で2台並べて撮影をしまして検証していこうと思います。ここで見てる段階でさ、違う広く映ってる。手ぶれの感じとかはそんな変わんないと思うんだけどね。やった時とかね。お、クルーザーが来てる。あとはマイク性能の違い。両方とも同条件、内蔵マイク、 GoPro も XT-U も両方とも内蔵マイク。音はどんな感じで撮れてんだ、XT-U はもう鼻から音が悪いと思う。別のマイクを後付けでつけて、やっとそれでも GoPro の内蔵マイクの方が綺麗かな。いやー暑そうだな、車の中、それではですね、実際に走行しながらどんな感じに撮れてるのか検証していこうと思います。走行しながら撮影ですので、そんなに大きなブレはないと思うんですけれども、今このパートで、検証するのは画角の広さですね。 XT-U Max Pro 中華アクションカムの中ではかなり画角が広いと言われているカメラなんですけれども、型落ちの GoPro Hero 7でどのぐらい差が出るのか、同じなのか、もう液晶画面見てる段階で GoPro の方が明らかに広いんですけれども、どのぐらい差があるのか並べてご覧いただいていると思うんですが、どんな感じでしょう。今ヤフオクですとか、メルカリなんかで見ますと Hero 7中古でだいたい2万円ぐらい、 XT-U の Max Pro に関しては新品で2万円ちょっと、大体同じぐらいの価格、新品と中古っていう差はあるんですけれども、そのぐらいの差はあります。それから音声ですね、今両方ともこれ内蔵マイクで、録音されています。私が今直接これを撮りながら喋ってるんですけれども、 XT-U も、GoPro も、両方とも内蔵マイクで録音してます。外部マイクみたいのを接続することをせず、そのまま本体についてるマイクで録音してます。 XT-U の Max Pro に関しては走行しながら録音するとですね、振動を拾うのか何なのか、ものすごくノイズが入ります。で今ファームウェアでそのノイズを解消するためにゲインを、ものすごい下がってる状態なんですけれども、録音ゲインが XT のは低いです。ですので編集ソフトでゲイン調整して、ボリュームレベルを上げないととてもじゃないですけど使えないレベルです。取って出しでそのまま再生すると音が小さすぎて動画で出すことができないレベルの音の小ささです。ですので編集の際に一手間がかかるっていう面倒くささはあります。いずれにせよ皆さん編集の際には音量調節はしなきゃならないんですけれども、この Max Pro に関してはかなり小さい、聞き取れないぐらい小さいので、去年のファームウェアから2回ぐらいアップデートされてるんですけれども、これは変えられないので、おそらくここを上げてしまうとどうしてもノイズが出てしまうという不具合を持ってる個体なんだと思います。そのために原因についてはもう上げることができないというのが現状なんだと
思います。で、今回なんでこの GoPro 買ったかっていうと、実はハードオフでものすごく安く売ってまして、保証が半年ついた状態で1万3000円で売ってたもんで、思わず飛びついて買ってしまいました。で、買った結果としては、いやー、やっぱ買ってよかったなっていうのが本音です。嫁と2人で撮影してるんで、ワイヤレスのマイクをそれぞれ使うんですけれども、こういった入力が GoPro についてはマイクアダプターもしくはメディアモジュラーをつけないと外部マイクが取り付けできないという、これは仕様なんですけれども、 GoPro8 以降ではないとメディアモジュラーが使えないので、マイクアダプターも一択なんですけれども、これがですね非常に高額。 Amazon なんかで見ると7800円、マイクつけるアダプターが7000円とか8000円とかって、ちょっと今現状ではちょっと出す気になれないなっていうのが正直なところで、この GoPro を今後メインで使っていくのであれば、音は別撮りになるかなと。ワイヤレス使うのであれば、ワイヤレス使わない状況なのでしたら GoPro のこの内蔵マイクの性能がどの程度かちょっとわからないんですけれども、 XT-U のカメラよりはマイクの性能いいと思うんで、使える状況でしたらそのまま使うというような感じ。 XT-U なんかも暗所暗いところで撮影すると結構ノイズ入るんですけれども、その辺の違いだとか、全く同じ価格で比べた時に GoPro どうなのかっていうのをちょっと今回撮ってみたくて撮影してみました。ヒーロー7買う方はもう今あんまりいないかもしれないですけれども、少しでも参考になればと思います。結論としましては GoPro の方が画角が広く、音質が良く、画質もいいということでいいことずくめのようですが、 XT-U にもいいところがあります。それは熱暴走しにくいということです。 GoPro は炎天下で運用中にたびたびフリーズしましたが、 XT-U はそのようなことは一度もありませんでした。私の個体がたまたまそうなのかもしれませんが、安定性については XT-U の方が上だと感じました。ただフリーズについては電池を使わずモバイルバッテリーで駆動させることによって回避できましたので、今後は GoPro がメインカメラになると思います。今回も最後まで動画の方ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったらいいねボタン、またチャンネル登録もしていただけると大変励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。